味見をします。味噌の香りというより何とも言えない深いコクというかガツンとくる味ですね。あとこの濃厚さってなんかココアのようななんかチョコレートのような旨味というかそういうのも感じられます。まずは材料の紹介からですが、こちらが牛肉約 800g、 そして大根ですね、あと赤味噌です。そして削り節です。あとこちらが前回の土手煮の残り汁です。これを毎回冷凍してます。残り汁を冷凍して毎回継ぎ足すことによって老舗のような高級な味が出ます。こちらがこの削り節を約1時間とろ火で煮込んだ状態です。だしが出た後の削り節をすくい取ります。すくい取った状態ですが、だいたいこの削り節を水に対して10分の1程度にしています。次に先ほどの約 800g の牛肉ですが、これは酒に1時間ぐらいつけています。これに水を加えて下茹でしたいと思います。水を加えた状態ですが、実は塩も小さじ半分程度を入れて酒に漬け込んでいました。次に大根を切っていきたいと思いますが、使う包丁はこの前回も紹介した一見出刃包丁のような形の一枚刃の鋼の包丁を使いたいと思います。まずはだいたい7センチぐらいの大きさ、10センチですか、7センチか10センチぐらいの大きさにカットしておいて、ここからかつらむきしたいと思います。結構厚めにかつらむきしていますが、これは漬物に最終的にぬか漬けにしたいと思います。大根の皮はこれはぬか床につけると、酸っぱいですが結構コクがあって美味しいぬか漬けになります。そして大根の皮というのは結構栄養もあります。次に食べやすい大きさに切っていきたいと思いますが、だいたい厚みがまず輪切り3センチぐらいで、これもだいたい3センチぐらいで、あと直径が一番大きいものはだいたいこのように3等分に切って、そしてこれだいたい真ん中が四角になるような形です。直径が小さいものはもう十字に切って、だいたいこのぐらい、少し大きめですが、問題はないと思います。
先ほど切った大根の皮ですが、早速ぬか床につけていきたいと思います。まずきゅうりが2日前につけたのはまだあまり使ってない状態です。これを一旦取り出して、この底の方から1枚ずつ重ねるように、1枚入れると次にまた少しぬかを足して上に重ねて、でまたぬかを足して重ねて、大根の皮同士がくっつかないようにします。次に下茹でした牛肉を切っていきたいと思います。茹で汁は結構透き通った綺麗な色になってます。まな板は汚したくないので、こういうお酒のパックを広げたものを引いて切っていきます。だいたい食べやすい一口の大きさで、削り節で取っただしに牛肉を漬け込んだ状態です。これからさらに煮ていきたいと思います。その前にこちらの牛肉を下茹でしたここからもいい出汁が出ていますので、これも入れます。上の綺麗な部分だけを入れたいと思います。そこに沈殿したものは捨てます。最初は砂糖のみを加えます。だいたい大さじ3杯程度、山盛り3杯ですね、入れておいて、これで様子を見ます。足りなければ後で追加します。まず砂糖を先に入れることによって牛肉に甘みが出ます。大根も軽くアクを抜く程度に下茹でします。筋肉は箸で掴んだ食感が柔らかくなるまで煮込みます。まだ全然硬いです。筋肉が柔らかくなってきたので、そろそろ大根を入れます。これでしばらく煮込んでいきたいと思います。一度味見をしてみます。甘みが少し足りないと思いますので、砂糖を大和1杯、山盛り1杯加えます。これで様子を見ます。途中ですが、こういう赤身の部分は煮えすぎると崩れてしまいますので、こういうふうに別鍋に取っていきます。これも崩れそうです。大根が煮えてきましたので、そろそろ赤身肉を戻します。そして一度かき混ぜて、ここで本来赤味噌を入れるのですが、味噌を入れる前に約3分の1の量を鍋に移します。これは今回は
味噌を入れた土手煮だけではなく、牛すじポン酢というのも別に仕込みたいと思います。まずは土手煮から味噌を入れていきます。だいたいスプーン山盛り大さじ1杯入れて、いや2杯ですね、2杯入れていく。これで様子を見たいと思います。味噌を入れた後は沸騰はできません。沸騰すると味噌の香りが死んでしまいます。で次に前回の土手煮の残り汁を入れます。もう解凍されます。解凍します。残り汁を溶かし込んだ状態です。このまま水分がだいたい半分ぐらいまで蒸発するまで蓋を開けて水分を飛ばしながらとろ火で煮込みます。こちらの牛すじポン酢には酢を微妙に加えていきます。ポン酢は食べる直前にかけたいと思います。火を止めて余熱で水分を飛ばした状態です。かき混ぜてみます。味見をします。味噌の香りというより何とも言えない深いコクというかガツンとくる味ですね。あとこの濃厚さってなんかココアのような、なんかチョコレートのような旨味というか、そういうのも感じられます。これで終了します。ご視聴ありがとうございました。